あんたは黙って金だけ稼いでくればいいの。そうよ、ATM の分際でごちゃごちゃ言わないでくれる？なんという言い草だろう。これが何年にもわたって家計を支えてきた人間に対する言葉か？感謝の気持ちなどかけらもない。ほんの少しもねぎらってもらえない。この二人は俺のことを金を稼いでくる係としてしか認識していないのだ。正直心のどこかで分かってはいた。俺の愛情は一方通行で誰にも受け止めてもらえない。仕方がない。諦めよう。言うべきことは言ったし、あとはすべて彼女たち次第で俺には関係のないことだ。俺の名前は浩二、59歳。高校を卒業して以来、ずっと同じ印刷会社で働き続けてきた。俺がこの会社に勤め始めたのは兄嫁の紹介がきっかけだった。実はここは兄嫁の父が経営する会社で、当時は人手不足に悩んでいたのだ。これといった目標がなかった俺は二つ返事で入社を決めた。以来勤続40年。そろそろ俺も定年を迎えようとしている。老後を悲観してはいない。気の置けない仲間がたくさんいて、退屈はしないだろうと思ったからだ。俺に心配事があるとすれば、金食い虫で口も態度も悪い妻と娘のこと。この数十年、俺は二人にかなり辛い思いをさせられてきた。妻ゆりえとの出会いは会社の先輩の紹介がきっかけだった。当時ゆりえはある飲み屋で働いていた。色白で美人な彼女に俺は一目惚れだった。先輩も最初からゆりえと俺をくっつけるつもりで連れてきたらしかった。お前のタイプだろうとニヤニヤしながら肘で小突かれたのを覚えている。俺たちはたちまちその店の常連になった。あまり飲めないくせに若かったこともあって、ゆりえのためにかなり無茶をした。ゆりえは自分には釣り合わないと思っていた。美貌なだけあってゆりえを狙う男はたくさんいる。それなのに俺は平社員の印刷工だ。機会はあっても勝算はないだろう。だが意外なことにゆりえは俺からの交際の申し込みを受け入れた。他の男が妨害や割り込みをしてくる様子もなかった。しばらくしてその理由が分かった。実はゆりえには子供がいたのだ。前の店で深い仲になったお客さんとの子供がいるの。結婚はしてない。捨てられたのよ。そんな私でもいいの？ゆりえは上目遣いで尋ねてきた。ここまで来て引き下がれるわけがなかった。何も心配はいらない。ゆりえも子供も俺が二人まとめて幸せにしてみせる。俺はそう言ってゆりえにプロポーズをした。あの頃の俺の胸の中は将来への希望で満ち溢れていた。俺たちはアパートを借りて3人で暮らし始めた。結婚後の生活を少しでも楽しいと感じられたのは最初の3年くらいだった。なぜならゆりえが次第にその陰険で強欲な本性を表し始めたからだ。結婚を境に水商売をやめたゆりえは専業主婦として生活していた。俺が働きに出ている間、彼女は幼い娘のレイカの世話と家事をするのだが、ゆりかの家事は日を追うごとにどんどんおろそかになっていった。どうせレイカが散らかすからと絵本もおもちゃも出しっぱなし。掃除機すらかけない畳の上はご飯やお菓子の食べこぼしだらけ。見かねた俺が週末に掃除をするまでずっとそのままの状態だった。食事も朝はウインナーと味噌汁、夜はビールと近所のスーパーの惣菜と決まっており、あらゆるシーンで可能な限り手を抜こうとしているのがよくわかる専業主婦生活に見えた。その上、麗華が成長して女性らしくなってくると、見てよ麗華、このワンピースかわいいでしょ？いいな。それって最近すごく人気のブランドじゃない？ママ似合う。
ユリエもレイカも二人揃って金遣いが荒くなった。レイカが中学生になった頃から特に出費が増えたように思う。そのレイカも俺に懐いてくれたのは最初の数年だけだった。俺とユリエが結婚した時、レイカは4歳だった。早熟な子で幼い頃から母親譲りの美貌を鼻にかけているところがあった。学校ではいつもレイカをめぐって男子たちの争いが起きていたのだとか。そんなレイカは逆に女友達は少なくて親友と呼べる相手はいなかったらしい。レイカはいつも外見を気にしていて、俺が父親であることを友人たちに伏せていた。レイカが友達を呼ぶときなど、俺は必ず家から追い出されたものだ。あんたみたいな小汚いのが父親だなんて知られたら、私の人生終わっちゃうのよ。確かに、その頃工場で働いていた俺の指先はいつもインクまみれだった。印刷用の薬剤の匂いが体に染みついていて、お世辞にもきれいとは言えなかった。ただ、それもこれも家族のために身を粉にして働いているからだ。年頃の女の子であるレイカが、こんな俺を疎んじる気持ちはわかる。だけど、少しくらい優しく接してほしいと思わずにはいられなかった。妻と娘からは見下されている俺だったけれど、それなりの人望はあると思う。社歴40年の俺はいわば会社の重鎮の一人。しかも営業部、制作部、工場とあらゆる部署を渡り歩いてきた実績がある。同僚たちからは常に頼りにされていたし、欠かせない社員なんだという自負もあった。何かトラブルが起きたとき、必ず助けを求められるのが俺だった。若手の社員に言わせると、俺は会社の潤滑剤のような存在なのだとか。総務部にいる兄嫁も、俺を入社させたのは自分の手柄だと言ってくれている。信頼できる仲間に囲まれて、お互いに助け合いながら働いてきたこの40年。俺はこの会社と印刷の仕事が大好きだとつくづく思う。けれど、そうやって会社員としての自分が輝けば輝くほど、私生活の俺はくすんでいった。家の中で俺という存在はほぼ透明人間に等しい。こちらから何か話をしても無視されるし、話しかけられることもない。かなりの重要事項であってもスルーされることがほとんどだ。数年前、大病を患っていた俺の母親が他界した時もそうだった。ユリエもレイカも全くの人事で、なんとか理由をつけて葬儀にすら参加しなかった。居場所がない自宅に心ない家族。自分の気持ちがユリエとレイカから離れていくのも当然だと俺は思う。残業で帰りが遅くなると食卓に夕飯が残っていることはまずなかった。俺の分は用意をしていないか、たとえ用意をしたとしても片付かないという理由で捨ててしまうのだ。カップ麺あったっけ？勝手に食うけどいいよな。話しかけても返事はない。ユリエもレイカも海外ドラマに夢中だ。あまり大きな声で呼ぶと話しかけるなと怒鳴り返されることを俺は知っている。冷蔵庫を探しても食べるものがなければカップ麺を食べる。買い置きのカップ麺が底をついていたら近所のコンビニまで買いに行く。夕飯の用意がないのを見越して先にコンビニで買って帰ることもしばしばだ。若い頃は自分の結婚生活の味気なさと寂しさに毎日のように頭を悩ませていた。こんなはずじゃなかった。理想とは違う。と悔しい気持ちでいっぱいになっていた。けれど、そんな辛さは時間とともに薄れていった。今、俺の心には諦めしかない。ユリエとレイカに対して何かを期待しても仕方がない。真面目に楽しく働いて、家では黙っていれば干渉されないのだから気楽なものだ。俺は俺、彼女たちは彼女たちで自分が生きたいように生きれば
それでいいだろう。いよいよ定年退職の日が近づいてきた。俺の頭の中は退職後のことでいっぱいだった。仲間と集まってやるべきことがたくさんある。そのための準備も進めていた。退職がいつになるのか事務的に話をすると、ゆりえは珍しく話に食いついてきた。もちろん再雇用してもらうのよね。60でリタイアなんて早すぎるもの。いや、再雇用は希望しないよ。更新の邪魔になりかねないし。はあ？じゃあ生活費はどうするのよ。ゆりえはたちまち怒りの形相になった。予想していた通りの展開だった。俺は淡々と答えた。年金と貯金でなんとかなるんじゃないか。これからは節約生活をしよう。ふざけるんじゃないわよ。そんなんじゃちっとも贅沢ができないじゃないの。そうよ。いいから黙って再就職して。お金を稼ぐのがあんたの役目でしょ。レイカも参戦してきた。娘からあんた呼ばわりされるのは初めてだ。レイカは完全に母のゆりえから悪い影響を受けている。家事手伝いの婚活ニートで、これまで一度も働きに出たことがないレイカ。彼女にはぜひ勤勉さと働く意欲を持ってもらいたかったのだが、金が足りないと思うのなら自分たちで働けばいい。誰だってそうしている。労働は素晴らしいぞ。仲間との信頼関係が築ける。一生を共に過ごす友達ができることだってある。語ってるんじゃないわよ。あんたは黙って金だけ稼いでくればいいの。そうよ。ATM の分際でごちゃごちゃ言わないでくれる？そこまで言われて、俺は改めて思った。ああ、もうこの二人に何を言っても無駄なのだと。ゆりえもレイカも働くつもりなんかこれっぽっちもない。寄生虫のようにくっついて、俺をいつまでも働かせ、自分たちを養わせようと思っている。耐えられなくなった俺は、わめき続ける二人に背を向けて、自分の部屋に引っ込んだ。ベッドに横になると、すっかり慣れたと思っていた虚しさがこみ上げてきた。そして退職当日のことだった。お別れ会を開いてもらった俺は、花束やプレゼントをもらい、気分よく自宅に帰ってきた。すると、ゆりえもレイカもいつになく嬉しそうにしている。二人とも先日の再雇用にまつわる俺との口論などなかったかのような表情だった。実はね、レイカの婚活の努力がついに実を結んだのよ。理想通りの人に巡り会えたの。めちゃくちゃイケメンで金持ちなんだから。相手は一流大学卒の若手実業家だという。高望みすぎるレイカに春がやってくるとは驚きだった。とはいえおめでたいことには違いない。俺が素直におめでとうと言おうとすると、だからとゆりえがこちらを睨んで言った。あんたという ATM はもういらないってこと。よかったわね。お払い箱よ。次は若手実業家に乗り換えると言いたいらしい。なんて浅はかで醜い女なんだろう。俺がドン引きしていると、ゆりえは一枚の書類を突きつけてきた。はい、離婚届よ。今すぐサインしてちょうだい。ママったら準備がいいんだから。あと、退職金は私が全部もらうから、そのつもりでいてね。え？当然でしょ？結婚してから今まであんたのお世話してやったんだから、その手間賃よ。世話などろくにされたことはない。と反論するのは簡単だったけれど、俺は黙ってゆりえに従うことにした。何を言っても疲れるだけだ。今はとにかく一刻も早くこの二人と後腐れなく縁を切って自由になりたい。後日、俺とゆりえの離婚は成立し、レイカとの養子縁組も無事に解消された。ゆりえから電話があったのは離婚から数ヶ月後のことだった。もう二度とやり取りすることはないと思い、俺は彼女の番号を削除していた。今の仕事に関わる電話だと勘違いして、ついつい出てしまったのだ。久しぶりね。
元気にしてる？ああ、まあな。どうしたんだ？この前、麗華と街を歩いていたら、智子さんに会ったのよ。離婚の話になって、浩二は今どうしてますかって聞いたら、あなたたち知らないのって驚かれちゃって。俺は嫌な予感しかなかった。智子というのは俺の兄嫁の名前だ。世話好きな兄嫁の欠点はおしゃべりが大好きなこと。きっと俺が今取り組んでいる事業のことを話したに違いない。水臭いじゃないの。起業したんでしょ？どうして黙っていたのよ。そう、実は俺は仲間を募って定年退職したメンバーを中心に会社を立ち上げた。紙公開社という体裁だが、中身は印刷に関する何でも屋だ。印刷の仕事にはかなりの人手を要する場合がある。特に工場では手作業も多い。作業員を派遣したり、新しいアイディアを出したり、デザインコンペに挑戦したり、先細りが懸念される印刷業界を一線を引いた俺たちがもう一度支えられたら嬉しい。そんな思いがあった。確かに俺はゆりえとレイカに退職後の予定を話していなかった。とにかく知られたくなかったのだ。ねえ、浩二、私たちもう一度やり直さない？また3人で仲良くやりましょうよ。スマホから聞こえる猫なで声に、俺は思わず顔をしかめてしまった。ゆりえの狙いは、結局俺が稼ぐ金が欲しいだけだ。例の若手実業家との結婚はどうなったんだ？ ATM ならそっちがいるだろう。そう、そのことなんだけど、聞いてよ。あの男、私と麗華のこと騙したのよ。聞けば男は結婚詐欺師だったようだ。新規事業のために資金が必要だと説得されて、2人は俺の退職金をすべて奪われたのだとか。それ以来、麗華はショックで寝込んでしまっているというから哀れなものだ。悪いけど、やり直したいなんて少しも思っていない。もう連絡しないでくれ。ちょっと、逃げるんじゃないわよ。自分だけいい思いしようなんて許さないからね。なんだって？いいから黙って生活費をよこしなさい。あんたが私たちにお金をくれればそれでいいの。それがあんたの幸せ。底辺作業員がこんな美人の奥さんを持てるんだから感謝しなさいよ。言いたい放題のゆりえに俺もいい加減腹が立ってきた。俺と彼女はもう他人なのだ。他人にここまで言われる筋合いはない。何もかも水に流すつもりでいたけれど、そうもいかないようだ。だったらいいよ。俺にも考えがある。ゆりえ、君に慰謝料を請求する。慰謝料？ああ、ずっと虐げられてきた俺が離婚や慰謝料のことを一度も考えなかったと思うか？何度か弁護士に相談したことがあって、ためになるアドバイスをもらっていたんだよ。そのアドバイスの一つが、浴びせられる暴言の記録を取ること。俺は口論になるたびにゆりえと麗華の発言を録音し、ノートに書き写した。面と向かって ATM 扱いされた日の屈辱的な思いだって余すことなく記録してある。もしも裁判を起こせば、これらの記録が有力な証拠となってくれるはずだ。俺がそう言うと、ゆりえは明らかにトーンダウンした。そんなのずるい。この裏切り者。もう何も話したくない。後のことは弁護士に任せるから、そのつもりでいてくれ。あ、待って、お願い。待って、浩二。後日、ゆりえは俺が雇った弁護士と数時間にわたってやり取りをした。かなりごねたようだけれど、最後には観念して慰謝料の支払いに同意したそうだ。その後のゆりえとレイカの暮らしは散々なものになったようだ。生活費を稼ぐために働きに出たゆりえだったが、性格が災いして職場で必ず問題を起こした。年下の上司に食ってかかってクビになったり、同僚とつかみ合いの喧嘩をしたり、あの女王様気質が治る日は一生待っても来ないのかもしれない。娘のレイカはというと、相変わらず婚活を続けているらしい。若さを生かして水商売の世界にも足を踏み入れたと聞く。ゆりえもそうだったし、カエルの子はカエルということだろうか。
そのうち客の子を産んで母親同様新ママになるのではないかと予想している。一方、俺の生活は極めて順調。頼りになる仲間たちのおかげで事業もスムーズに進んでいる。定年後の第二の人生はかなり充実したものになりそうだ。とはいえ、年も年なので無理は絶対に禁物。自分のペースで着実にこれからも一歩一歩前進を続けたいと思っている。